この動画は通常メンバーシップの限定動画プラン以上の方に公開しているものです。目次、戦型別の戦術セオリーパート8、カットマンの戦術。これから戦術を紹介していきますが、戦術は自分を中心に考えるときと相手を中心で考えるときがあります。今回はカットマン向け、つまり自分中心の戦術となります。自分中心の戦術は相手の戦型、レベル、ゲームごとによって変わってくる必要がありますので、あくまでも一例と思って聞いてください。まずはカットマンが戦術を組む上で必要なことを紹介します。体の前に来た球、例えばツッツキ、ストップ、ループドライブなどの処理はミスしないこと。そのためには膝を柔らかく使うと良いです。逆に言えば、強打された球の処理ができなかったことに対しては、そこまで悔やむ必要はありません。次に肩、腰、膝の高さでカットをして入るラケット面の角度を覚えること。基本的には腰の高さくらいでカットします。しかし、いつも同じインパクトの高さでカットできるとは限らないので、それぞれの位置で入る角度を覚えましょう。そうすると、前後へうまく動けなかった時に役立ちますよ。次にカットについて。まずはカットの変化量よりもラケットに当たったら入る感覚を身につけましょう。最初は球が浮いてもいいので、台に収める感覚を身につけることを優先させます。相手よりも自滅の多いカットマンでは勝ち目はないですからね。カットを安定させるコツは、自分の打った球の頂点が自分の台の上に来るようにすることと、まずは相手の台の真ん中に落ちるように狙います。最初から深いカットを練習してしまうと、試合の時にミスが増えやすいですからね。そして、膝の屈伸で球に体重を乗せることで、手打ちを防ぎ、球が安定しやすいです。手の感覚はあまり変えず、体や膝の感覚で球を飛ばせるようになるといいでしょう。さらにカットしたらセンターラインまで戻りながら少し前に動く癖をつけましょう。このことで次に打たれた球に対しての対応力がつきます。特に常にバックカットがやりやすい体勢に戻ることを基本としましょう。常にもっと強い球が来ても平気、そしてストップされた時に反撃に移れる準備をしておくことが必要です。安定感がついてからはスイングをよりダウンスイングにして攻撃的なカットを練習します。ダウンスイングとは、球の上からインパクト強くカットしてオーバーさせないようにします。球の下をすくうと球は上がるので、わざと高い球にしたい時以外は上から下へのダウンスイングで攻撃的なカットができるようになりましょう。さらにあんまり台から離れすぎず、スイングも大きくしすぎないようにしましょう。離れた方が相手の球のスピードや回転量が落ちてくるのでカットしやすいかもしれませんが、反撃が遅れてしまうので、できる限り台の近くでコンパクトなスイングのカットができるようになりましょう。ここまで来たら、その次にカットの変化量を増やすことを意識しましょう。カットで粘れることが大前提ではありますが、変化をつけることができなかったら相手にも粘られてしまいますからね。切るカットは重たい金槌で釘を打つイメージで手首を使うと良いでしょう。また対人よりもマシンで練習した方がスイングを覚えやすいので試してみてください。ただし切る時もナックルもスイングは変えないこと。大きな回転量の差も大切ですが、スイングが違いすぎると相手も対応しやすいですからね。余談ですが、試合前の練習中にあえてブチギレのカットを見せておくことが必要です。理由は、緊張した場面でカットを切ることは難しいから、練習の間に少しでも切るカットを試して慣れておく。相手がブチギレに対して持ち上げてくることができるのかを知れる。ブチギレを意識させておくことで、試合が始まってからのナックルカットが効果的になる。などのメリットがあります。続いて異質にするべきかどうかですが、
異質にすべきかどうかは、自分の攻撃力だけでなく、相手の攻撃力も考えて決めます。例えば、あなたがドライブが得意、カットの変化をつけることが得意ならば、そちら側は裏ラバーにすべきです。でも、ドライブが苦手、自分で変化をつけることが苦手ならば、そちら側は粒高にすべきです。ただし、対戦相手がそこまで回転量の多い球を打てないならば、粒高よりも表ラバーにすべきです。相手のドライブの回転量が多く、粒でカットしても抑えきれるレベルであれば、粒高にすべきです。そもそも、粒高が苦手なレベルでは、粒高の方が効果的です。今は、カットだけで勝てるような時代ではないので、カットも攻撃も両方練習しておく必要があります。例えば、自分のサーブからは攻撃、レシーブからはカット、もしくはカットから攻撃をするなど、攻めにバリエーションを持たせましょう。では、カットマンはどのような戦術を組み立てるべきですか？ここからは、カットマンの戦術の組み立て方について解説します。まず、相手は打ちたがりなのか、粘るタイプなのか、連続で攻撃できるのか、一回攻めたらつっつきを入れてくるタイプなのかを知れば、戦術が組み立てやすくなると思います。このタイプには、こう攻めるといったセオリーは、後ほど解説します。相手のタイプを知った上で、カットから得点を取りに行くのか、攻撃で取りに行くのか、両方を混ぜるのかを考えます。カットからの場合には、切ったカット、ナックルカットなどの変化をつけて相手のミスを誘うのか、とにかく入れて粘って相手のミスを待つのかを考えましょう。それだけでなく、フォア側とバック側のどちら側から打たせた方が得点しやすいのか、相手はどちら側からのドライブを得意、または苦手としているのかを把握することが必要です。また、緊張した場面では、切るカットよりもナックルカットの方が攻撃マンは腕をしっかりと振れず、オーバーミスを誘いやすいことも認識しておきましょう。逆に緊張した場面で切るカットを使ってしまうと、つっつきされてネットインされたり、回転が残って自分が自滅する恐れがあるので注意しましょう。攻撃の場合には、3または4球目攻撃、カットからのカウンター、カットに対しストップしてきた球を狙う、ストップしてきた球を厳しくつっつきして相手の打ちミスを誘う、のどのパターンからの得点率が高いかを考えましょう。続いて、事前に想定しておくべきことを紹介します。1つ目は、相手がしてくることの代表例で、ミドル攻め、前後、ストレート攻撃です。これらに対する戦術を考えておきましょう。後ほど私の案を紹介します。次に、カット打ちのうまい攻撃マンに対しても想定しておきます。ちなみに、カット打ちのうまい攻撃マンとは、回り込みからの攻めとスマッシュがうまい人のことです。理由は、回り込みの場合、相手は台の内側まで足を踏み込んで打つことができるので、攻撃の威力が増しやすかったり、浅い球でも強打できたりします。ドライブは自分が返球しようとしたら浮いてくれますが、スマッシュは打ったら落ちてしまいやすいし、初速が速いため、カットで返球がしづらいです。さらに、サーブから3球目などの短期的に決定打が打てる人や、促進になるまで粘りきれる人が、カットマンに強い人の特徴です。後ろに下がった状態から強打を打たれても、余裕を持ってカットができますが、サーブで前に寄せられたり、崩されたりした後に、強打を打たれてしまうと、十分な体勢でカットができません。また、攻撃力があるカットマンならばいいですが、守備重視のカットマンが促進ルールに持ち込まれると、不利になるケースが多いです。これらの対策法も合わせて後ほど紹介しますね。まずは、サーブからの展開。ここでは、同じ利き腕同士と仮定します。種類は、バックサーブを多用することをお勧めします。バックサーブの方が、フォアサーブに比べて正面を向いたまま出せるので、
相手に2球目攻撃をされた場合の対処や、つっつきさせた後に鋭いつっつきをしやすくなるためです。カットマンでも3、5球目で得点を取りに行く時も必要です。それがあると相手は無理して攻撃しようとしてきて自滅しやすくなります。サーブからの展開例は、フォア前に下回転サーブを出し、バックにつっつきしてきた球を打点早くクロスにつっつきしてバック反面に返ってきた球、つっつきされた球とループをされた球の両方を攻撃。この後は限定動画プラン以上にご加入いただいている方のみに公開しております。ちなみに内容はサーブからの展開、レシーブからの展開、ラリーの展開、想定しておくべきことの対処法です。ちなみに次回の限定動画の予告は、同じ利き腕の対戦相手に対する戦術と利き腕が異なる対戦相手に対する戦術です。また、これまでに限定動画では2025年4月現在16本にもわたる戦術に関する動画と9本の技術解説動画を公開済みですので、よろしければご加入ください。なお、応援プランでは限定動画は視聴できませんのでご留意ください。リアル、オンラインともに全国出場者を輩出してます。本日の動画は以上で終了です。ぜひお友達にもメンバーシップ制度を進めていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。